中学を卒業した千恵は、看護見習いとして、町の病院で勤務するようになった。恵美はただし同様、ずば抜けて優秀で、再三に及ぶ教師の説得に和夫は折れ、進学をさせたが、あろうことか、わずか1年で退学した。卒業しても、いくらも稼げないと知った恵美は、誰にも相談せず、あっさりと学校を辞めてきたのである。家族には、レベルが低いから辞めたと言っていたが、本当は、家のことが心配であった。卒業後の進路と、家庭の状況を天秤にかければ、おのずと答えは出た。むしろ、担任の強い勧めに押されて進学したことに、後悔すらしていた。しかし、和夫は激怒した。恵美の性格から将来を見据え、他の姉妹を差し置いて進学させたが、あまりにも短絡的な考えでやめてきたからだ。呆れた和夫は、すぐに知人の紹介で、恵美を家事見習いの奉公に出した。今度は良き嫁ぎ先を見つけられるよう、花嫁修行に出したのだ。久美は中学の卒業を間近に控えていた。末娘で自由にのびのび育ち、これといった気概もなく、特にやりたいこともなかった。おまんは一体何になりたいんや。なんでもええわ。なんでもええって、そいが答えがあるか。そう言うても、なりたいもんがないきん、しゃあないで。困り果てた担任は、成績優秀だった組に、10人に1人も受からない会社があるが、一度受けてみないかと聞いてきた。そんなに難しいかい。ここは大きい会社で、なかなか受からん。まあ、お前やったら一か八か受かるかもしれん。今まで勉強でも何でも、難しいと感じたものはない。そこまで言うならと、がぜんやる気になった。そんなに難しいんやったら、一回受けてみるで。久美はとりあえず、入社試験を受けることにした。人気の就職先に応募が殺到し、選抜した結果、十数名で受験したが、その会社に採用されたのは、久美一人だけだ。何の準備もなく、あっさりと受かってしまった久美だったが、その先のことまでは、何も考えていなかった。勢い余って受けた結果、たった一人で、岡山に移り住むことになってしまったのだ。担任からいくら称賛されても、突然、家族と離れ離れになる現実に、久美は戸惑っていた。みゆきもまた、同じであった。まだ15の末娘を、たった一人、岡山に送り出さなければならない。地元を立つその日まで、離れて暮らす娘を案じ、心配を募らせていた。しかし、あっという間にその日はやってきた。組、あんまり無理したら、いんでまうきんな。ぼちぼちせないけんで。ええな。みゆきは組の腕をさすりながら明るく言った。わかったで。向こう移したら連絡するきん。扉が閉まり、みゆきの姿はどんどん遠のいていった。後を追うみゆきが必死に手を振っている。
久美は窓を押し上げた。小さく見えるみゆきは、割烹着の裾で涙を拭いている。母さん。気づけばそう叫んでいた。親元を離れることが、こんなにも、辛く寂しいことだったなんて。窓を閉めた久美は、座席に座り、すすり泣いた。歩んだ道見れば青き命駆け巡る喜びあった日々が今輝く遥かなこの空を見上げ今飛び立つ雪抱いて共に羽ばたけそれぞれの空へ重ねた笑顔そのままに進み出す時遠ざかる友心はどんな時離れはしない刻んだ時間